こんにちは。こんにちは。今回はその幸せを見逃すなです。その幸せ、どの幸せでしょその幸せですよ。うわからないんですけど。いやなんか最近のご報告が恋愛以外のこともすごく増えてきたんですね。で、恋愛はまだなんですけど、みたいなことも添えてくれるんですけど、いやいや恋愛以外のことでうまくいっちゃったってそこに気づいたことってすごいことなんですね。今日はそういうお話をしたいなと思って。でもその話わかる気がします。本当ですか？はい。彼になってる時って本当に彼以外が目に入らなくなっちゃうんですよね。仕事していても友達とお茶していても、行き帰りの電車や車の中でも彼どうしてるかなって思ってるから、せっかくラッキーなことやハッピーなことがあったとしても全く気づかないことがあると思うんですね。まさにその通りで、それってすごいもったいないですよね。例えばだけど、友達が彼と旅行に行ってお土産を持ってきてくれたとして、すごく嬉しいからありがとうって思うんだけど、私も彼と旅行に行った時楽しかったな、でも今はもう離れ離れでみたいにすぐ思っちゃうから、その時点でまた彼になって彼のことでせっかくのお土産のことがどこか薄れちゃったりね。それって失礼だよね。失礼なんだけどそうなっちゃう時ってあると思うんですよね。そう。彼になりすぎて延々そんなことばっかり考えていると、誰かの優しさとかを素通りしちゃったりとか、あるいは何かしてくれたこと当たり前のものとして終わりにしちゃったりとか、要は感謝が希薄になる側面が少なからずあると思うんですね。心ここにあらず状態っていうかね。それはすごくあると思います。心ここにあらず状態の何がもったいないって、今ここにいないもったいなさがあるんですよ。今ここ。私たちって、全員共通して今この瞬間にしかいられないんですよ。過去の嫌なことを思い出すのも今この瞬間、未来に思いを馳せるのも今この瞬間で、今目の前で起きていることを楽しむのも今この瞬間なわけですよ。で、心ここにあらずってことは、今目の前で起きていることを楽しんでいるのではなく、ここにあらずなんだから、彼の過去のあれこれだったりを今考えてるわけでしょ。彼の過去のあれこれを今考える。彼の過去のあれこれを今考える。彼の過去のあれこれを今考えるみたいな感じでね、今、どの瞬間の今もずっと彼の、しかも大抵の場合嫌な過去のことばっかり考える人はいるわけです。今の積み重ねしかないのに、それってすごくもったいないよね。でも今目の前のことをちゃんと見始めるとですよ、友達とお茶した時の会話のあれこれが楽しかったりとか、ほんのちょっとずついろいろと見えてくるんですよね。で、それって日常の一部だし、ちょっとした幸せかもしれないんですけど、今この瞬間の幸せってそういうことじゃないですか。そうだよね。でも復縁したい人は彼と復縁したっていう瞬間が最高潮に幸せって思っちゃうよね。思っちゃうよねじゃないんですよ、いるるさん。復縁した瞬間のために生きてるわけじゃないんだからさ。そりゃ復縁した瞬間は嬉しいですよね。凄まじい感情が湧き上がるかもしれません。でもそれって一瞬ですよ。もって数日、何が言いたいかというと、そんなこと通過点に過ぎないんだから、復縁した瞬間のために全身全霊注ぐというスタンス、でもいいんだけど、でもそれだけのために生きるのってよく考えたらおかしくないっていう視点があってもいいと思ってるんですよ。もちろん彼と復縁したらってニマニマするのはいくらでも楽しんでほしいんですけど、今目の前に起こるあれこれについても存分に楽しんで幸せを感じてもよくないですかってすごい強く思うんですね。ほんとそうですね。彼との復縁に比べたら小さな幸せだなみたいに思う人はいるかもしれないけど、
全然そんなことないですよね。全然そんなことないですよ。で、例えばこんな幸せを見つけたっていうお話の中で B さんという方のお話がね面白かったので一つご紹介したいなと。B さん、1ヶ月前から私はロードバイクが欲しくて様々なサイクリングショップを回っていました。サイクリングショップの店員さんによると、最近は材料不足でロードバイクが品薄になっているそうです。しかも私の身長が152センチと平均よりも低いこと、女性であることなどから、そもそもの自分の体に合うサイズのロードバイクは特に品薄でした。それでもできれば軽い車体のものがいいなという希望とともに、低予算で購入できるものを探し回っていましたが、いくつかのサイクリングショップを訪れてもサイズに合うものがない、納期に間に合うものがない、予算を超えてしまうものしかないといったように、なかなか条件のいいものを見つけられずにいました。そんな中、ホメレンさんの動画で、今日はどんないいことがあったという印象に残っていた動画があるので、今日も何かいいことがあるかものテンションで新しくサイクリングショップを訪れてみたんです。すると、本来ならば予算の倍以上する私のサイズに合った車体が、なんと予算以下で売っていました。しかも、軽い車体であるというできればこうであってほしいの条件もクリア。もう最高でした。引き寄せの力を少し実感できました。本当に感謝です。ありがとうございます。わあ、これすっごいこの B さんの嬉しい気持ちが伝わってくるね。はい。ロードバイクが趣味じゃない人も共感できる話だと思うんですね。いろんなお店を回ってもなかなかいいのがなくて、でも、いいことがあったらいいなっていう軽い感覚で行ってみたお店で最高の1台が見つかるって素晴らしいじゃないですか。本当だね。なんていうか B さんは目の前の一つ一つを味わってるように見えるんだよね。しかも彼以外で。そうそう、それがね、いいなと思ったんですね。B さんの場合は、たまたま趣味の欲しかったものに関してのお話ですけど、こうした日常の自分のあれこれにもっと目を向けていいし、楽しんでいいと思うんです。そんなことしてるうちにさ、なんか幸せだなと思う機会って増えていくと思うんですよね。本当にそうですね。はい。せっかくの今なんだから、今ある幸せに目を向けるって意識するだけで全然変わってきそうだよね。はいはい。それにさ、イルルさん。はい。ちょっと聞いてね。今、この瞬間に、今ある幸せに目を向ける。今、この瞬間に、今ある幸せに目を向ける。今、この瞬間に、今ある幸せに目を向ける。これ、続けたらどうなると思います？これって常に幸せに向いているってことだよね。ビンゴ。幸せの方向を向いているのと同じなんですよ。回れ右ならぬ回れ幸せ。右に向きを変えるみたいな感じで、幸せに向きを変える。今この瞬間に、今ある幸せに目を向けているを続けるんだから、ずっと幸せに向き続けることになる。こうなると、いつしか現実は幸せにしかならないっていうことはわかりますよね。はい、本当だね。これまでどれだけネガティブだろうが、彼だろうが、エゴまみれだろうが、もう関係ないですよね。無関係ですね。今この瞬間に幸せに向きを変えてみて、あとは幸せに向こうとする。すると目の前の出来事の中で今まで気づかなかった幸せが目に入る。あれ、こんなところに幸せがあったのか。受け取ってみよう。こんな感じで少しずつでいいから日々の幸せや楽しさを見つけていったら、1年もしたらどう変わっているか。それは皆さんご自身で体感してくれればいいんじゃないかなと思います。はい。いやでもこれ私自身も実際、彼だったとこから、自分に目を向けようと思って、その目の前のやるべきことをやって、日々ちょっとした楽しいが目に入るようになってから、少しずつだけど、塵も積もればで本当に変わったなと思うんですよね。まず自分の幸せって何より自分が安定する感覚になります。そうですね。はい。はい。というわけで今回はこの辺で
ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。